若ければ若いほど子供を持ちたくないって言ってるんですよ。それはバカなんじゃないかって言ったらすごく炎上しました。例えば堀江さんとかみたいな、どう見ても変人でどう見ても異常値みたいな人間が子供持たないの分かるんですよ。だって友達も多いじゃないですか、そういう人って世界中飛び回ってるじゃないですか。だから暇がないから、そういう人が子育てしたくないは分かるんですよ。だけど普通の人、もうマスで言ったら友達なんてほとんどいないじゃないですか。せいぜい数人とかで世界中飛び回るほどのお金もないじゃないですか。子供めっちゃいいじゃんと思って。子供なんてもう一日中飽きないですよ。飽きないっていうか、もうなんか疲れてやばい状態になるぐらい疲れますから、そんな時期を15年とか20年過ごせるんだったらもう最高の暇つぶしじゃないかって思ってるんですけどね。そう、不確定要素を減らしにいってるじゃないですか、今の世代って。その考え方がちょっと頭悪いんじゃないかなと思うんですよね。こう人生ってこう不確実であればあるほど面白いのに、持ってないこと言ってないんですよ。いやだからこれひろゆきさんにも僕のフォローで言ってくれてたのは、ひろゆきさんが僕はなんか人生の暇つぶし、なんか子育て暇つぶしだみたいなこと書いたら、暇つぶしで子育てするなみたいに、そのちょっとずれたリプライが飛んでくるっていう。子育てはその何でしょうね、やんないと分かんない面白さがありますよね。やんないと分からない難しさもありますけど、はい、まあでもそういう意味では人生で経験できるんであればしといた方がいいものだと思います。なんか特に若い人が多かったんですよ。10代20代の人、10代から40代ぐらいまでの調査だったかな。で各世代ごとに切るじゃないですか。で若ければ若いほど子供を持ちたくないって言ってるんですよ、今の世代って。でそれはバカなんじゃないかって言ったらすごく炎上しました。でなんで、だからその真意としてはですね、産んでもいないのにその育てるということを考えないで言わん方がええぞってことなんですよ。で多分なんですけど、その背景ってお金だと思うんです。みんなが言ってる背景って。でお金を理由に仮に持ちたくないと思ってるんだとしたら、かなりずれてるんじゃないかって思ったんです。その子供を持つっていうこと自体は別にお金とそんなに関係なくできるよっていうことを言いたかったんです。それ以上に得られるものが多いのよ、人生経験としてっていうことを言いたかったんですけどね。だからその自分たちはもう大きくなっちゃってるんで分かんないじゃないですか、その発達過程が。それっていうものにこうなんだろう、ある程度向き合えるっていうのはこんなに貴重な機会はないし、別にお金って多分そんなに別に効率にいってればそんなにかからないし、そんなことで諦めない方がいいんじゃないのって。今なんかみんな諦めモードじゃないですか、子育ては贅沢品だみたいなこと言ってる人がいて、そんなこともないんじゃないって。別に地方に住んだっていいわけで、僕はこれもちょっとあんまり言えてないんですけど、普通な人ほど子供持った方がいいと思うんですよ。いやその例えば堀江さんとかみたいな、どう見ても変人でどう見ても異常値みたいな人間が子供持たないの分かるんですよ。だって友達も多いじゃないですか、そういう人って。で世界中飛び回ってるじゃないですか。だから暇がないから、そういう人は別に子育てしなくて、お金も別にね何の不安もないわけだから、そういう人が子育てしたくないは分かるんですよ。だけど普通の人、もうマスで言ったら友達なんてほとんどいないじゃないですか。せいぜい数人とかですよね、会話めっちゃする友達なんて。で、世界中飛び回るほどのお金もないじゃないですか。子供めっちゃいいじゃんと思って。子供なんてもう一日中飽きないですよ。飽きないっていうか、もうなんか疲れてやばい状態になるぐらい疲れますから、そんな時期を15年とか20年過ごせるんだったらもう最高の暇つぶしじゃないかって思ってるんですけどね。大丈夫ですから。別に崩壊したっていいんですよ、僕からすると。なんなら離婚したっていいですよ。そのなんかもう夫婦仲悪くなる、それも含めて暇つぶしじゃないですか。そう不確定要素を減らしにいってるじゃないですか、今の世代って。その考え方がちょっと頭悪いんじゃないかなと思うんですよね。こう人生ってこう不確実であればあるほど面白いのに、で大人になると確実要素ってが増えてきません？なんか動かせない要素がどんどん増えてて、これが寂しいのに、なんでお前ら若い時から確定要素ばっか増やしにいってんだよっていう。だからこれ30代とかが子供持ちたくないっていう人が多いならまだ分かるんですよ。なんで10代の
こう前途洋々な選択肢がこうなんか無限にあるのに、なんでその選択肢を削りに行くのみたいな、意味が分かんなさすぎて、あのデータの、まあそれが今の時代なんだと思いましたけど、バカなんじゃないかって、もうそのいざこざがいいのにみたいな、そのぐちゃぐちゃな感じが人生の面白さなのに、あと長いですから人生、それぐらいやっぱこうごちゃごちゃしてる時間があった方が絶対いいですよ。でも人の感情と感情がぶつかり合うところにこそ面白さがあるわけじゃないですか、人生の。なんでそこを逃げるんだよっていうか、なんか嫌なんですかね、みんなストレスから逃げてるんですかね。そうですよね。なんで稼げない、なんで稼げないと思うんだよとか、もういろいろずれてるんですよね。腹立ってるんですよ、だからいろいろ。まあただまあ怒られるんで、言い過ぎると怒られるんで。だから別に時期はいつでもいいと思うんですよ。まあね、女性の場合はその年出産適齢期とかもちろんあるんで、それは考慮した方がいいと思いますけど、その時期は人によってまちまちだろうけど、長いですから、繰り返しですけど人生やっぱ90年ぐらい今生きますからね。しかもそんな旅行に友達と毎週行けるほどお金もない人なのに、じゃあ趣味でねなんかお金をかけられるわけでもないですよね。そういう人たちって普通の人って子供いいじゃないですか。で土日はもう強制的にどっか連れてかなきゃいけないわけですから、そんな面倒くさいことはないですよね。だからそれがいいじゃないですか。でも公園連れてきゃいいわけじゃないですか。したらその中でもじゃあ今日はもう制覇しようと、いくつかの公園をもう例えば毎週違う公園に行くだけで面白い発見あるわけですから、そんなもんですよ。だからそれをやっぱりこう回避しようとするっていう、この今の日本人のこの精神性に腹が立ってます。分かんないことをやらないっていうその精神性に腹が立つんですよ。分かんないことはやれよっていう、全部そうじゃないですか。だから山登りしようって言われたらするんですよ。そういうものじゃないですか。なんでこうやったことがないことをなんか腰が引けるのかなって、何でもやってみろよっていう。僕絶対行きますもん、行ったことない場所だったら。誘われて行ったことない場所だったら絶対行きたいってなりますもん。そっちの方が楽しいですから。だから結果ですもん、それは。結果はどうでもいいです、ね。そのプロセスが大事ですから、そこをプロセスも経験しないでなんか結果を勝手に予測すんなよっていう。やっぱりムードで持たないとダサいって感じにするしかないと思うんです。だからそれが結構空気感大事だなと思ってて、今はやっぱりなんかみんながそのマジョリティがちょっときついよねみたいな感じじゃないですか。なんかこれどっかででも僕これも焦る必要はないと思ってて、人口が6,000万人ぐらいになったら僕ちょっと人口増え始めると思ってるんですよ。5,000-6,000万人かなっていうのと、年寄りが増えすぎて年寄りの死滅がどんどん増えていくじゃないですか。でどっかで人口ピラミッドがちょっと正常に戻って、で人口が増え始めるっていうゾーンがどっかで来るんじゃないかなって思ってるんで、起きると僕は思ってます。だからそんな短期的な問題なんじゃないかなって、少子高齢化は。戦後はまだそうだったじゃないですか。で第二次ベビーブームがこうあって、だから今の、50代ちょい上の人たちって1学年200万人いるんですよね。今60万人ですからね。凄まじい減少だった。これねコロナでまたすごかったんですよね。100万人ぐらいから70万人ぐらいまで行くのが確か3,4年4,5年だったから、凄まじい速度で今落ちてるんで、まあこれでみんな人口が減ってもう社会インフラがボロボロになって、みんなで高齢者を支えなきゃいけなくなって、これじゃやばいねってなってみんな子供を産み始めるじゃないですか。持ってないこと言ってないんですよ。いやだからこれひろゆきさんにも僕のフォローで言ってくれてたのは、ひろゆきさんが僕が成田さんがなんかああいう発言をした時に産めない人もいるんですみたいなとか、障害を持ってる人は産めないんだみたいなリプライも飛んでくるけど、いやいやその話してなくないみたいな、その産めない人のことは一回も言ってなくて、産める可能性があるのに何らかのしょうもない理由で産まない方がいいと思ってること自体がおかしいっていうことを言ってるのに全然伝わってないなみたいな、気の毒だなと思ってますみたいなひろゆきさん言ってて、だからそうじゃないんだ。そのマインドの問題なんで、不確実を楽しもうっていう、だから無理難題難しいことを楽しもうっていうのが僕のモットーなんで、むちゃくちゃじゃないですか。なんかバタバタして送り迎えもしなきゃいけない、ご飯も作んなきゃいけない、寝かしつけもしなきゃいけない、でも飲み会にも行けない時期もあるかもしれないとか、そういうのあって、まあ、それが人生じゃないですか。だからそれがまたいいっていう
ことだと思うんですよね。楽な方に行こうとしすぎだと思うんですよね今。だからそのタイパとかの問題なんですか、タイパコスパとかそういうのみんな言い過ぎなんじゃないですか。パフォーマンスっていうものをなんか数字で測りすぎなんですよみんな。もっとなんか大変なのが楽しいみたいな感じしないとダメですよね。